はい、こんにちは。イギリスにブロンプトンという折りたたみ自転車があります。このブロンプトン、もともとはロンドンで狭いアパートに暮らす都市生活者向けの自転車なんですよね。公共交通機関で輪行できて、しかも盗難の心配なく室内で保管できる、そういうコンセプトの自転車なんですけど、日本の住環境にも通じるところがあって、結構価格が高いにもかかわらず日本でも人気です。何より折りたたみ機構が秀逸で、短時間でコンパクトに折りたためて、しかも畳んだ状態でもばらけない、壊れにくくって、そして走行性能も16インチの小径車と思えないほどいいです。とはいえこのブロンプトン、実用本位でスポーツサイクルに乗り慣れた人にしてみれば、パーツの品質とか仕上げに少し不満が残るところもあります。すべてのパーツが機能に直結してるんで、安易なパーツ交換は私個人的にはあまりお勧めしてません。私ブロンプトン3台持ってて、過去にはブロンプトン世界選手権っていうロンドンで行われたレースにも出たことあるんで、結構いじったりもしてるんですけど、1箇所パーツ交換すると、2箇所不具合が出るんですよね。それだけ完成度が高くって、パーツ同士がすごい絶妙なバランスで組み合わさっています。なのでパーツ交換してカスタムしようとすると結構大掛かりになりがちなんですけど、私が今までいろいろ変えた中で交換した効果が高いと思ったのがホイールでした。ブロンプトンの純正ホイールってリムの品質もいまいちですし、ハブの回転も良くないんで、交換するとぐっと走りが良くなります。ということで今回はワイズロードのプライベートブランドアンタレスから販売されているブロンプトン向けのカーボンホイール、カーボンホイールフォールド16をレビューしていこうと思います。はい、まずね、アンタレスっていうブランドについて簡単に紹介させていただきたいんですけど、これは日本最大級のスポーツバイク専門の販売店、ワイズロードのプライベートブランドです。結構歴史は古くって1970年頃ワイズロードのオリジナルのオーダーフレームのブランドとして始まったらしいんですけど、現在ではコストパフォーマンスに優れた手に取りやすいパーツとか用品類が揃っています。そして今回レビューするこのアンタレスカーボンホイールフォールド16なんですが、ブロンプトンのホイールサイズに合わせた16インチのカーボンホイールセットです。30mm ハイトのカーボンリムを採用しているんですが、前後セットで価格が13万5,000円と、非常にリーズナブルな価格になってます。価格は安めなんですけど、リムはブレーキ面に処理が施されていたり、ハブもアルミの削り出しだったりと、結構ね品質は良さそうです。では今からこのリムとスポークとハブについて詳しく見ていこうと思います。ではリムから見ていきましょうか。このリムなんですが T700 と T800 の繊維を組み合わせたカーボンリムとなってます。で、リムハイトは 30mm、そしてリムの内幅は 18.5mm になってます。いつも通り実測すると、リムハイトは交渉値通り 30mm、リムの内幅に関しては 18.6mm、こちらもほぼ交渉値の 18.5mm に近いですね。なおリムの外幅については 25mm となってます。で、ブロンプトンはリムブレーキなんで、リムの外周部にはブレーキトラックがあるんですけど、この部分、なんか鮭の切り身みたいなへの字型の模様がいっぱいあります。これはレーザーエッチング加工で表面に凸凹を付与するような処理がされてて、特に雨天時なんかでも制動力が安定するような工夫です。で、今回このホイール、ワイズロード様から試乗用のホイールをお借りしてるんですけど、目立った損傷とかもなくって、非常に状態は良好ですね。なお、カーボンリムなんで専用のブレーキシューが必要になるんですが、推奨のブレーキシューがスイスストップのフラッシュエボブラックプリンス、そしてなんとこのブラックプリンス、ホイールセットに付属します。このブラックプリンスのシュー4個セット、今確か定価が9350円とか、1万円近い価格帯なんで、これが付属するってだけでもなんかよりコストパフォーマンスの良さを感じてしまいますね。では次にスポークです。フロントホイールはスポーク本数20本。組み方は珍しくラジアルではなくって2クロスになってます。一方で後輪は負荷がかかるんでスポーク本数は多めの24本。
こちらも左右同数の2クロスとなってます。非常にオーソドックスな組み方ですね。使用されているスポークはストレートプルで、サピムのリーダー 2.0mm のものが使用されています。そして最後にハブです。ハブはご覧のようにアルミ切削加工の軽量ハブが採用されています。で、ブロンプトンってハブの寸法が特殊なんですよね。折りたたみ寸法を小さくするために、フロントハブは OLD、幅がロードの 100mm よりも短い 74mm。で、後輪についても 112mm とかなり狭い特殊な幅になってます。ベアリング部分を見ていきましょう。ベアリングはキャップを手で引っ張ると露出するようになってます。ハブの幅が狭いんで、このベアリングは限界まで外側に出してありますね。NBK 製の小型のベアリングが使われてます。ただちょっと気になったのは、このキャップ側もボディ側も防水対策がほぼ施されてないことですね。もしブロンプトン雨の中とかでも使うっていう方がいたら、この部分には防水グリスを塗っておく方がいいと思います。で、グリスは私こんな感じの船外機とかに使うグリスをよく使ってます。こういうね、白いグリスなんですけど、シクロクロスバイクのハブとか、これ塗っとくと塗っとかないとで耐久性が全然変わってきます。なんで、このホイールに限らないですけど、特に軽量を狙ったハブとかを使う場合、こういう防水グリスを塗っておくとメンテナンス周期を伸ばすことができます。そしてリアハブ。これもフロントと同じようなデザインですが、リアハブの方がこの切削のこのギラギラ感があってかっこいいですね。こういう削り出しのパーツね、グッときますね。で、フリーに関してはシマノのフリーを短くしたような形状になってます。これもブロンプトンの互換ホイールではよくある形ですね。で、回すとこんな感じの音です。で、このフリーの回転がすごく軽いですね。この抵抗が少ないです。では実測重量を測っていきましょう。まずはフロントホイール。交渉重量は 420g とされているんですが、リムテープ込みの状態で実測 409g。これはリムテープとかハブを固定するボルトやスペーサーを含む重量です。次に後輪。こちらは交渉重量 540g なんですが、実測値は 545g。5g だけ重いですけど、これもナットとリムテープを含む重量です。で、前後を合計すると 954g。交渉値が 960g なんで、ほぼ交渉通りの優秀な結果となりました。はい。ではタイヤを組み付けていきましょう。今回使うタイヤはパナレーサーのアジリストのブロンプトンサイズ 35×349 サイズです。インチ表記だと16インチ ×1.35 インチ幅ですね。で、チューブに関してはこちら普通のブチルチューブを使用します。で、まず前輪から。前輪って左右の向きがなかったりするんですけど、このリムの場合はこのブレーキトラックにレーザーエッチングの加工がされてるんで、この向きに従ってタイヤをはめていきます。クリンチャー専用リムなんで非常に組み付けやすいですね。で、チューブの噛み込みチェックをして、それから空気を入れていきます。どうせホイール取り付けるときに一回空気を抜く必要はあるんですけど、一旦組み付け確認のために空気を入れてみます。で、後輪も同じように組み付けていきます。はい、組み付け完了です。で、タイヤの幅なんですが、空気圧がだいたい4気圧、内幅 18.5mm のこのリムに 35mm 幅のタイヤを取り付けて、幅を実測するとだいたい 34mm、
タイヤの伸び方とかでも変わってくるんで一概には言えないんですけど、参考にしてみてください。はい、ではタイヤを取り付けたこのカーボンホイール、私のブロンプトンに取り付けていこうと思います。取り付けるブロンプトンはもともと外装2段内装3段の6段変速だったんですけど、購入直後にカスタムして、現在外装3段変速で乗ってます。このホイール多段変速にも対応してるんで、外装3段変速のまま組み付けていこうと思います。まず最初にブロンプトンを展開してバイクの状態にします。そして作業しやすいように上下ひっくり返して倒立させます。まず前輪から交換していきましょう。ハブのボルトを緩めるとホイールは外れるはずなんですが抜けません。というのもタイヤが太くってブレーキシューに引っかかってしまってるんですよね。特にブレーキキャリパーにクイックリリースなんかは用意されてないんで、タイヤの空気を抜いてから引き抜きます。で、今回カーボンホイールなんでカーボンブレーキシューに交換する必要があります。私のブロンプトンについてきたブレーキシューは一体型だったんで、パーツボックスから見つけてきた7800デュラエースの船にスイスストップのブラックプリンスを取り付けていきます。前後合わせて4つの船に4つのブレーキシューを差し込んで固定。そしてブレーキシューをブレーキキャリパーに取り付けていきます。最初は仮締めしておいて、ホイールを取り付けてハブナットを締めてからブレーキシューの位置調整を行いました。これでフロントホイールは作業完了です。続いてリアホイール。こちらは変速機とかチェーン周りのパーツがあるんで少々面倒です。まずはチェーンテンショナーを外していきます。次にハブボルトを緩めて、そしてタイヤの空気を抜いてからホイールを外します。この時にフロントと同様にブレーキシューをカーボン用に交換しておきました。次にホイールからスプロケットを外して移植していきます。今までついていたホイールとこれから交換するホイール、フリーハブの長さはほぼ同じみたいなんで、スペーサーもスプロケットもそのまま使うことにします。ちなみにこの3段変速カスタム、マウンテンバイクの11足用のカセットの 11T、13T、そして 17T を使ってます。このカスタムの詳細については別動画で解説してるんで、そちらをご覧ください。で、スプロケットを締め付けたらホイールを取り付けていきます。ハブボルトを固定して、続いてチェーンテンショナーの固定。少しコツが必要なんですが、手でバネを縮めながらテンショナーにチェーンをかけていって、そして固定ボルトを締め付けます。最後にディレイラーの調整を行ったら取り付け完了です。はい、ということでブロンプトンに取り付けたらこんな感じになりました。カーボンリムが真っ黒なんでバイク全体が引き締まった感じがします。このホイール、リムハイトは 30mm なんですが、ブロンプトンの16インチのホイールサイズだと高すぎず低すぎずちょうどいい具合に思えます。走り出すとホイールとしてすごくしっかりしているように感じました。発進から巡航までキビキビ走ってくれます。ストレートプルスポークのおかげかペダルの踏み込みがロスなく伝わって反応がいいです。上りで踏み込んだり軽くスプリントをしてもホイールの弱さ、剛性不足は感じません。これ純正ホイールから乗り換えるとブロンプトンってこんなに運動性能良かったっけと思うはずです。巡航時の転がりもいいです。小傾斜っていうのはロードバイクと比べてホイールが小さい分同じ速度でも回転数が高いんですよね。ブロンプトンの場合ロードバイクに比べるとホイールの回転数は 1.7 倍ぐらいになります。なのでその分ハブの回転性能が影響しやすいんですが、このホイールは失速感が少ないですしフリーの抵抗が少ないんで足を止めた時の減速も穏やかです。で、カーボンリムということで気になるのはブレーキングだと思うんですが、リムにレーザーエッチングがされてたりスイスストップの高性能シューを採用してたりするんでブレーキングの制動力に関しては全く不安はないです。カーボンリム特有のシュルシュル音がしてちょっとテンションが上がるぐらいですね。あと今回このホイールではテストできていないんですが、カーボンリムの場合雨の日に走ってもブレーキ周りやリム、フォークなんかがブレーキシューの研ぎ汁でドロドロになりにくい点がいいと思ってます。
はい。ということで、今回はワイズロードのプライベートブランド、アンタレスのブロンプトン4ホイール、カーボンホイールフォールド16をレビューしてきました。こちら13万5,000円と手頃な価格帯のホイールなんですが、要点を抑えて作ってあるって感じました。まず重量が 960g と軽量です。ブロンプトンの純正の外装2足のホイールが 1300g ぐらいなんで 300g 以上の軽量化ができます。これは結構大きいですね。特にこういう折りたたみ自転車の場合、輪行する時の持った軽さっていうのも重要だと思います。そしてもちろんホイールとしての走りもいいです。このホイール、ストレートプルスポークを採用していることで、ペダルを踏み込んだ力がロスなく後輪に伝わるんで、すごく反応がいいです。ブロンプトンってこんなに運動性能良かったっけと思います。また、ハブベアリングの回転抵抗も少ないんで、巡航時のパワーロスも抑えられます。今回私は車外ホイールからこちらのホイールに交換してテストを行ったんですが、これが仮にブロンプトンの純正ホイールからの交換だと走りは激変するはずです。さらにこのカーボンリムの見た目とシュルシュルしたブレーキ音でパーツ交換をした満足度っていうのも高いかなと思います。それで短い期間のテスト中、特に気になった点っていうのはなかったんですが、懸念事項があるなら2つ。まず1つはこのリム幅ですね。このリム幅がブロンプトンの純正ホイールが内幅 17.5mm 程度なんですが、このカーボンホイールになって 18.5mm と 1mm ぐらい広がってます。そのせいでタイヤ幅も幅が広くなるんですよね。ブロンプトンの場合、結構各部のクリアランスがパツパツで、このタイヤの幅がわずかに広がったことで、泥よけのステイに干渉したりとか、リアブレーキのワイヤー、これにタイヤサイドが吸ってしまったりすることがありました。ブロンプトンを輪行してる間にワイヤーの位置がずれたりステイが曲がったりするんで、交換直後はこういうとこ干渉してないかチェックした方がいいと思います。そしてもう一つはカーボンリムですね。このホイール、小径っていうことでリムにかなり熱が溜まりやすそうに思えます。もちろん普段街乗りしたり普通に乗る分には全く問題はないと思うんですが、標高差の大きい峠道を下る時とか、連続してブレーキングするシチュエーションでは、リムの温度が上がりすぎていないか、注意しながら走った方がいいと思います。こういった注意点はあるんですけど、机の上に乗るぐらいの小さな折りたたみ自転車の走行性能をこれだけ引き上げられる、すごく値打ちのあるホイールだなと思いました。ブロンプトン、勝ったままの状態が一番バランスはいいし、それで実用上問題があるかと言ったらないんですけど、もしもその走行性能を引き上げたい、カスタムしたいっていう方がいましたら、このホイール購入検討に入れる価値はあるんじゃないかなと思います。はい。ということで、今回のレビューは以上です。最近ブロンプトンのレビューが続きましたけど、結構ね、私この自転車好きなんで、今後も機会があればブロンプトン関係のパーツも取り上げていきたいと思います。よろしければ高評価とチャンネル登録いただければ嬉しく思います。では最後までご視聴ありがとうございました。